よし、来た。あらあら、おっと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 、これエステルで抜けるかな。よいしょ。あれマジめっちゃテンション上がる。そして今回は純米酢と黒酢の2種類でつけて、それぞれ食べ比べをしてみようと思います。はい、こんにちは、矢野です。今回は仕事帰りにちょいっと晩酌の魚を確保しにハジングに行ってきました。実はこの日、ジグヘッド単体でピッとやってちゃちゃっと釣って帰るという超お手軽なハジングを企んでいたんですが、まさかの大物が登場する展開となりました。ジグヘッド単体での基本的な釣り方の解説を交えながらハジを釣っていきますので、ぜひご覧ください。それではどうぞ。さあ、そしたら準備ができたので狙っていきます。もうね、今日は仕事帰りのお手軽ハジングということで、ちゃちゃっと晩酌のおかず分釣って帰ろうかなと思います。なのでジグヘッド単体で手軽にやります。最近はちょっとイージーフロートワイヤーにタングステンシンカーを使ってあらあら、おっとっとっとと説明していたら、ちょっとファーストホールでアジが食っていました。アジこれ、なんかでかいぞ。あらららら、これアジ。いや、なんかいきなりだけど、ちょっと予想以上に大きいサイズが食いました。いやー、これエステルで抜けるかな。なんかすごい抜くのに躊躇するサイズだな。よし、よいしょ。高さがあって上がりきれない。ちょっともう一回。よいしょ、よいしょ。いや、1匹目釣れてくれました。これなんか尺ぐらいあります。いきなりなんかちょっと想定外のファーストフォールで食ってきた味が尺味ということで、ちょっとこれエステルで今日来たらまずかったかな。まあ1匹目ちょっと美味しそうないいサイズ釣れてくれました。ラッキーで、しっかりとエラの間からハサミをスッと入れてスンと切ってやります。で、しっかりと血抜きをしてやります。手軽に釣るつもりだったんで、氷をちょっとあまり持ってきてなかったんで、まさかこのサイズでいきなり出るとは思いませんでした。もうなんか氷がすぐ溶けそうで、ちょっと今1匹目いきなり尺サイズが出て、ちょっとエステルでやるのはなんか危険な香りがするので、ちょっとピータックル用意して交換します。そしたら1匹目ちょっといきなり尺が釣れてエステルタックルでやるのはまずいと思ったので、P タックル、強度のあるタックルに変更しました。で、竿もそれに合わせて変更しております。手軽にちょっと釣ろうかなと思ったら、予想以上に思った以上になんかいいサイズが入ってそうなので、ちょっとなんかエステルでやってたら後悔しそうなサイズもちょっとなんか出るんじゃないかなという気がして、よし、来た。P タックルに変えたら一発ゴンと。これもまたでかいな。そうでもないか。いや、重た。おらららら、強度、はいか。よし。せーの。よいしょ。さあ、2匹目釣れてくれましたが、これまたでかいですね。32とかありそうですね。最初の1匹目よりも一回り大きいです。32近くですね。P タックルに変えて正解でした。肉厚で美味しそうですね。このアジもこの円髄の隙間からハサミをスッと入れてスンと断ち切って締めてやります。そして塩氷の中に入れてチャプチャプチャプっとゆすります。よし、いいサイズ。まさか尺5ヘが今日釣れるとは思ってなかったんで、一応念のため P タックル持ってきて正解でした。で、フックはレンジクロスヘッドのギガに変えています。ちょっと最初エステルのタックルの時はレンジクロスヘッドを使っていたんですが、ちょっと1匹目でいきなり尺だったんで、ちょっと軸を太くして何か大物来た時の対応ということでレンジクロスのギガに上げてます。
で、投げて、そしてアジがいるであろうところ深さまでジグヘッドを沈めてやって、そして軽く糸吹きを取って、ちょんちょんちょんとアクションを入れて、そして食わせの間。ちょんちょんちょんとアクションを入れて、食わせの間。アクションと食わせの間をここに入れながら探っていくと食っていきましたね。ちょっとね、合わせが遅れたかもしれない、これ。なんか抜き上げの時にポロッといきそう。あ、で、これも重たい。今日こんなに大きいの釣れる予定じゃなかったんだけど。よいしょ。抜き上げの時はもう、竿を極力立てすぎないようにして、スッと持ち上げて、鳩にペチャッみたいな感じで。よいしょ。やります。尺アップ、釣れてくれました。あ、今日すごいな。うん。いやー、立派立派。いいサイズ釣れてくれました。で、ジグヘッドはレンジクロスのギガですね。太軸タイプのジグヘッドを使っています。がっつり丸飲みです。ヘラの隙間から入れて、パスンと尺アップでも余裕で締めれるウニ切りバサミ。最高です。いやー、なんか、まさかこのサイズ釣れると思ってなかったんで、超ラッキー。そして、今日使っているワームがイージーシェイカーの 2.5 インチですが、まあもう本当このワーム、アジの餌っていうぐらいよく釣れますね。バス用のワームですが。まあさっき釣れた深さと同じところまで沈めて、ベールをカチッと返して、軽く糸吹きを取って、ちょんちょんちょんとアクションを入れて、そして食わせの間。ちょんちょんちょんとアクションからの食わせの間で。アクションを入れて、アジにルアーをアピールしてやって、食わせの間で意図的に捕食しやすいタイミングを作ってやります。そして、コンとかカサッとかツッとかっていう風な感じで、アジが食ってきた感触が手元に伝わったら、合わせを入れて、かけてやるという、そういった釣り方になります。特段難しいテクニックとか、そういったことも必要なく、誰でも簡単にできる釣り方になります。で、この解説している時に、パシッと釣ったらかっこよかったんですが、残念ながら釣れませんでした。残念。でももうなんか、尺3匹釣れたんで今日、もう終わりでいいかな。まだ5頭ぐらいしか今日してないけど、なんかもう終わって早く帰ってさばいて晩酌した方がいいんじゃないかなと思い出したけど、でもなんかこう、いいサイズ釣れてる時ってなかなか帰りにくいですよね。なんか帰ったらちょっともったいないというか、ちょんちょんちょんとアクションからの食わせのまで、もうアクションと食わせのも交互に入れながらやっていきます。もったいない。いやー、もったいない。ワームがずれた。残念。いや、まだいるな。ちょっと帰ろうかと思ったけど、もうちょっとやりましょう。ちょっと針先があれなので、ジグヘッド交換します。ちょっとね、サイズがいいので、しっかりと取りたいので、交換しておきます。やっぱり、バラしたりとかしたら、アジが散ってしまうんで、もったいないんですよね。なので、感知したあたりはしっかりかけたいという、そう考えているので、結構針先はこまめにチェックをしてやっています。ちょんちょんちょんと、アクションからの食わせのまで。今 1.5g 使ってるんですけど、もしかしたらもうちょっと重たくして、速いテンポで探ってもいいかもしれないですね。この感じだったら。割となんか見切られているような気もするんで。残念。よし。じゃあもう一回行きます。さあ、あと1匹2匹釣って、スパッと終わりたいですね。やっぱね、秋はいろいろと釣り物があって、アオリイカだったりとかなんかいろいろあるんですが、こうやってアジ1本でやっていたら、こう何気ない場所でいきなり尺アジが釣れるとかいいことありますね。で、これもまた何気に大きいですね。重たい重たい。よいしょ。重たい。これもまた抜くの躊躇するな。よし。ちょっと座ったままだと抜けないんで、立ち上がって、よいしょ。おっとどうぞ。あれサバだ、サバだ、サバだ。やった、サバ。
サバが釣れました。ちょっとやった、サバだ。マジめっちゃテンション上がる。マジサバ？サバいるのここ。やった。見せたいところなんですが、美味しく食べるためにすぐ閉めます。ちょっと。やった、サバ。よし。ということで、ちょっと、なんかすごいいい魚釣れて、もうちょっとやりたいところではあるんですけど、サバ食べたいんで、もう今日は終わりにして、早く帰ってさばいて食べます。じゃあ、一旦ちょっと家に帰ります。ただいま速攻で帰ってきました。今回の獲物がこちらになります。尺アジと尺サバの豪華な盛り合わせです。どうすかこの肉厚なボディ。これがわがままボディってやつですね。で今回はこの極太のサバはしめサバで、そして尺アジはもうシンプルに塩焼きでいただこうと思います。じゃあ早くお酒を飲みたいのでちゃちゃっとさばいていきます。でまずは塩焼きのアジの鱗を取っていきます。というか今日はもう仕事帰りにお手軽なアジングだったのでおかずが釣れてすぐやめたんですが、実際10頭ぐらいしか今回やらなかったですね。もう釣りをしている時間よりも車で釣り場まで行く移動時間の方が圧倒的に長いという、釣り人あるあるってやつですかね。でも本当ちょっとだけしか釣ってなかったけどいい獲物が釣れてくれてよかったです。で鱗の後についでにエラも取っておきます。もう指でつまんでブリッと引っ張って取っておきます。そして内臓を出してやります。さあ油の入りはいやーこれもめちゃくちゃ油入ってます。いやー最近釣れるアジはなかなかいい感じで油が入ってます。やっぱり秋のハイシーズンとだけあって小魚を食ってる個体は結構こういう風に油がぎっとり入ってるのでめちゃくちゃテンション上がりますね。これも美味しそう。そして内臓をきれいに洗って取ってやります。そしてゼイゴも取るのを忘れてたので取ってやります。普段刺身で食べることが多いんで皮を剥ぐ時にもうゼイゴも一緒に取るんでちょっと忘れてました。よいしょ OK。 そしてちょっと身が分厚いのでバツ印に切れ込みを入れてやって、そしてここまでできたら次サバを仕込んでいきます。サバは鱗とぬめりをちゃっちゃと取っていきます。いやもうほんと肉厚。そして頭をバスンと落としてやってお腹を開いて、何が入ってるかな。特にないけど身がすごい分厚い。いやこれうまそう。そしてお腹周りをしっかりと洗います。油がすごい。よしこんなもんかな。そして三枚におろしていきます。いや緊張するいい魚だから背中側からスッと入れて、そしてひっくり返してお腹側からスッと入れて、そしてバスンと断ち切ってプンと切ってやる。ちょっとうっ血しているところがある。残念。でもそれ以外身が真っ白で綺麗です。反対側はお腹側から包丁を入れて、そして背中側から骨に沿うように包丁を入れて、そしてパスンと断ち切ってと切ります。ちょっとだけ身割れがあるけどいい感じ。ちょっとね冷やし込みが氷が少なかったんで冷やし込みが甘いっすね。そしてあばらをスーッとすいてやります。ちょっとこの辺りもトリミングしておきます。反対側もあばらを切ってやります。でここもちょっとトリミング。きれい。そして血合い骨を抜いていきます。この作業も手間なんで切り飛ばしてもいいけど
せっかくのいい魚なんで丁寧にやっていきます。いやサバは血合い骨のピッチがアジよりも細かいんでめんどいな。よし、片面 OK。 よし、これで全部抜き終わりました。バットに軽く塩を振ってやって、その上にサバを乗せて、さらに塩を軽くパラパラパラっと振ってやります。この状態で冷蔵庫で20分ほど寝かせます。さあ20分経ちました。いい感じで水分が出ています。そしてお酢を軽く入れて塩を落としてやります。そして今回は純米酢と黒酢の2種類でつけてそれぞれ食べ比べをしてみようと思います。こちらを純米酢、そしてこちらを黒酢でつけていきます。そして上からキッチンペーパーをそれぞれかぶせてやって冷蔵庫で1時間ほど寝かせます。さあ1時間冷蔵庫で置きました。それぞれいい感じで使ってます。いやー美味しそう。そしてこの状態で薄皮を剥いでいきます。お酢につけたらこの薄皮が結構剥げやすくなるんですが、ちょっとねお腹の身を持っていかれたりするんであんまり僕得意じゃないんですよね。これお腹の身が持っていかれないようにちょっと持っていかれますね。ちょっとだけ持っていかれただけで剥げました。いやー難しいな。で黒酢の方もちょっとねこの取るまでに全体の皮が剥げてしまって手こずりましたが、ペリペリペリっと剥いでいきます。この辺りはちょっともうちょっと練習したいですね。よし剥げました。そして薄く切って盛り付けていきます。こっちが黒酢のしめ鯖ですね。よし、こっちが黒酢のしめ鯖できました。そして純米酢の方も切っていきます。いやこれも切れいい感じでお酢に使って美味しそう。ちょっとね皮を剥ぐときにやっぱこのハラミのところがめくれてしまうのが見た目的にも残念ですが、もうちょっとサバが釣れたら練習します。こちらが穀物酢の普通のしめ鯖できました。で塩焼きの味に塩を振って塩をパッと振ってやって、尻尾が焦げないようにちょっとね尻尾だけ塩をパッとしてやって、余熱したコンロにアジを入れてやって7分間焼きます。そして塩焼きにのせるかぼすを切っておいて、さあいい感じに焼けました。いやめちゃくちゃ美味しそう。そしてお皿に盛り付けて、そしてかぼすを添えてアジの塩焼きの完成です。それではいただきます。いや美味しそう。もうねちょっとまずは冷めないうちにアジの塩焼きからいただきます。かぼすをキュッと絞ってしてとりあえずまずは塩味だけでいきます。身もホックホックで美味しそう。めちゃくちゃうまいこの味。いや油がすごいけどでも意外とさっぱりしてるんで結構食べれますね。やっぱこのかぼすをかけることによってこの脂っこさが中和されるというか、すごいさっぱりした感じで、いやーこれは
当たりの味だ。いやめちゃくちゃ美味しい。もうこの身を取った瞬間の湯気がふわっと出るこの感じ、いや最高。もうこれ醤油かけなくても塩とかぼすだけで全然いける。で次にサバといきたいところですが、先に日本酒をちょっとクイッといただきます。いやもうね喉乾いてたんでちょっとね待ちきれないんでいただきます。今日のお酒は名古屋城の純米大吟醸というお酒、愛知県のお酒になります。先日僕のお客さんが愛知県から愛媛県に来られまして、でその際にですねお土産としていただいたお酒になります。ありがとうございます。いただきます。いやーうまいなー。やっぱ純米大吟醸というだけあってお米を結構削っていて雑味がないようにしているんで、すごいすっきりした飲み口でめちゃくちゃ飲みやすいですね。なんというか止めどなく飲み続けてしまう感じが想像できます。で、次に、しめ鯖いきます。こちらの黒酢のしめ鯖からいただきます。さあ味はどうでしょうか。やばいなこれめちゃくちゃうまい。いややっぱね10月のサバ結構ね脂が乗って美味しいですね。春のサバも結構大きくていいんですけど、結構ね春のサバは卵に栄養を持っていかれてるんであんまり身に脂が入ってなかったりするんですが、秋口のイワシを食ってるサバは脂がノリノリでめちゃくちゃうまいですね。そして日本酒もクイッと。いやーやっぱお酒めちゃくちゃ合うな。で次は普通の純米酢で作ったしめ鯖いただきます。こちらも普通の醤油でいただきます。こっちも美味しいな。うまみになんか深みが入るというのがこっちの黒酢で締めた方ですね。で純米酢の方はやっぱシンプルでほんとさっぱり食べれるという感じですね。でもこれは結構好みが分かれるかなと思いますね。どっちもでも僕うまいです。好きです。サバ最高っす。で、日本酒クイッと。やっぱねこのサバが食べたくてね早くもう釣りを切り上げて帰ったんで正解でしたね。こうねやっぱ釣り人の特権というかこの生サバですね。めちゃくちゃうまいです。で今回ねこの味もねすごいうまいです。どれも美味しいという絶品すぎてめちゃくちゃ贅沢な晩酌メニューです。うめ。追いかぼすをやっぱかぼすが結構かかっている方がさっぱりして美味しいですね。特にこの味は油がすごい入っているんでもうこの油感がやばいっす。うめえ。うまいしか言葉がちょっと語彙力がないんで出ませんが、じゃあもう一回サバいきます。どっちもうまいな。やっぱいやこのサバにしてもやっぱりちょっと塩締めして、そしてそこからお酢につけるだけでこのうまみがぐっと変わるので、ちょっと手間ですがそれだけやる価値はめちゃくちゃありますね。でサバの生食ですが毎回言っていますが、基本的なのは寄生虫のアニサキスが入っている場合がありますので、そういった食中毒のリスクがある可能性があります。なので食べられる際はですね、もうこういったサバとかの生食は自己責任でお願いいたします。これは地域によってアニサキスが結構入っているところと入っていないところありますので、きちんとアニサキスをチェックした上でお食べください。塩焼きもうまいしサバもうまい。いいな、めちゃくちゃ最高。そして日本酒もうまい。本当最近日本酒ってあんまり飲まない方結構多かったりとかするんですが、魚料理にやっぱめちゃくちゃあって、魚料理の味を引き立たせるという役割でもすごい日本酒っていいので、ぜひこの機会にですね、日本酒まだ飲まれたことないよという方はですね、ぜひチャレンジしてみていただけたらと思います。本当僕もですね、ここ3年ぐらいで日本酒にハマってですね、飲み出したんですが、今ではですね、もう日本酒ナビゲーター講習をですね、取得するなどもどっぷりとですね、深みにはまっております。味むなみにですね、奥が深いです。
さあ、ということでいい感じですね。ちょっとずつ寄ってきましたが、美味しい晩酌ですね。最高の晩酌をしながら日本酒と一緒に堪能したいと思います。ごちそうさまでした。ということで今回は仕事帰りのお手軽アジングで釣った尺アジと尺サバを魚に美味しいお酒を堪能しました。いやー、まさかね、尺アジと尺サバが釣れると思ってなかったので、これは嬉しい誤算でしたね。大物が出る可能性もあったので、念のため P タックルを準備していたのも大正解でした。アジの塩焼きも最高だったし、しめサバはもう文句なしの絶品。まさに釣って食べてクイッと飲んで最高の晩酌でした。秋は1年で一番アジが釣りやすく、そして脂が乗って美味しい時期でもあります。最近紹介していたビューンと遠くに飛ばす遠投のアジングだけでなく、ジグヘッド単体を使った近距離の釣りでもいいサイズのアジが釣りやすくなりますので、ぜひこのタイミングでアジングに行って自分だけの最高の晩酌のアジを釣ってくださいね。今後もアジングに関する濃い情報発信をしていきますので、チャンネル登録と高評価、そしてベルマークの通知をオンにして次の動画をお待ちください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後に、アジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が、累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。